どうも亀梨和也です。前回生まれてからアイドル会社に入るまでのちょっと自己紹介をさせてもらったんですけど、なぜ今 YouTube を始めているのか、亀梨和也の今の現在地をちょっとお話しさせていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで1998年亀梨和也としてアイドルが誕生します。なんで今「や」書かなかったんだろう俺いや、はい、亀梨和也。金八先生のオーディションを受け、そして金八先生に出演することが決まり、アイドルとしてやっていこうと決意するのが99年2000年だね。でそれで金八先生に出演3年 B 組深川明彦くんです。で僕寿司屋の息子っていう設定だったんですけど、でそのお寿司屋さんとぶつかってお寿司がバーンって散らばっちゃって、その男の人に「お前弁償しろ」みたいな「これこれいくらで、あれあれいくらで、これこれいくらで」って言うんだけど、それは違う、これはこれいくらぐらいで、これこれこれなんとかなんとかで、そんな高くないとか、俺寿司屋の息子だからみたいなみたいなシーンがあるんですけど、そこに登場されたのが高橋一生さん。これも不思議で、この後ですよ、高橋一生さんとも出会いますこのシリーズあんまりダメですかねあれいらないよって言ったらすぐやめますんで言ってくださいで2001年頃その高校受験をやるにあたって、自分の人生どういう道に進もうかなってなった時に、学校の進路相談みたいなのが会社の人と会って、同級生でいうと本当山下智久、長谷川潤、結構活躍してる人たちだったんですよ。自分の前で歌って踊ってる人で、僕はそのバックダンサーだった。でもプライベートとかはみんなで遊んだりとかしてたから、すごい仲間な感じは自分の中であったんでも、会社に行った時に「君はほうきで吐いたらいなくなるジュニアだ」と。芸能学校に行く人は今ほうきでファッと吐かれても残れる力がある子が芸能の学校に行く。だ君は自分で勉強して普通の学校行ってくださいと。これ両親の前でこう言われて、みたいな、すごいショックだったんだよね。で帰り千代田線ですよ、忘れもしない。で親の前で初めてすごい泣いた。ワンワンは泣かなかったけど、ずっとなんか下向いて泣いてた記憶はあります。あ、違うんだってことをなんとなく感じてはいる。いやでもファンの人の数でいうと当時ね、意外と皆さんありがとうございます。バックダンサーにすごいバックで後ろで踊ってる子の割には応援してくださる方たちはいて、だから余計に自分もそっち行けると思っちゃってたと思うんだけど、もう芸能界やめようって決断するんです僕は。でそこから毎日7時間ぐらい家庭教師の先生と勉強して、一応高校に入ることができたんですよ。もうどこも行くとこないんじゃないかぐらいだったんで僕は本当に。でも辞めると言いに行くわけですよ。そしたらこれからグループを組む予定だと。2001年にKAT−TUNが結成されるわけです。これは堂本光一くんのバックダンサーとして歌番組6人組でしたね。これだから僕初出しエピソードとして、この時に学校の帰り道、ちょっとやんちゃな街だったんですよ。やんちゃな学校でアイドルしてるから、やっぱ鼻についてる人たちもたくさんいて絡まれるんですよ。ちょっと仕事ができない状況に一瞬なったんですよね。でその時にその芸能学校があるところにもう編入してくださいと会社から言われるんですよ。でもこっちとしてはもう家庭教師の方にお金とかも使っちゃってるからお金がない。自分のプライド的にもなんか嫌だったんだよね、途中から入るってことが、そっちの世界に。で会社の方といろいろ相談してたら、この環境を学校だと思えばいいって、それがすごくきっかけになって腹を決めたというか。で高校をここで僕辞めます。これはもう初めて話すエピソードですね。今思うとよく決断したなと思うんだけど、僕が学校をこれ行かないことになったわけじゃないですか。そうするとおのずと学校に行っている子たちとの一番の差っていうのは時間ができるんです。この時間をどう使ったか、使わせてもらったかというと、この辺りから僕は先輩の代役というお仕事が与えられます。この代役っていうのは決してね表に出ないんですよ。忙しい先輩、例えば KinKiKids さんミュージックステーション出ますって言った時に、剛くんが今ドラマでリハーサルに参加できません、行ってください。光一くんの横に立ってリハーサルを僕が剛っていうやつをつけて歌う。どうせこうやるんだったら音だけ流せば済むんだけど練習になるからカメがちゃんと歌えと。だから家ですごい練習してリハーサルだけど光一くんの横で僕は歌うわけですよ。もう本当に迷惑かけたと思うんだけど
でそこでリハーサルで生歌とか歌ったりとか、キンキさんとか嵐の翔くんとかも学校とか行かれてたから、翔くんの代役で嵐の中に入ってリハーサルだけラップ歌って、だからラップもすごい練習するの。本番では出ないんだけどリハでやっぱ本人たちと一緒にやるから。舞台とかも光一くんの帝国劇場のショックとか滝沢くんの舞台とか出ないんですよ、その役は。光一くんがやるし滝沢くんがやるし、けど台本渡されて、光一くんのセリフ全部覚えなさい、滝沢くんのセリフ全部覚えなさい、振り付けも何もかもね。そういう時間をここで僕は学校を辞めて時間ができたことによって過ごすわけですよね。でも今思えばああいう時間がそのなんか自分のスキルアップというか、本当はバックだったらバックで亀梨和也の振り付けだけ覚えればいいんだけど、僕は光一くん滝沢くんの振り付けやることを全部覚えて、亀梨和也のリハーサルを一番最後みんな帰った後にやるみたいな、そんな時間をここの2001年ぐらいから始まりましたね。この先輩の代役をとにかく表には出ないんだけどやり始めたっていうのが、今のなんか亀梨和也をこう形成するにあたってすごく重要な時間だったのかもしれません。でそんな時間をこう過ごしていて、2005年までここで切っとこうかな。この間にここで初めて KAT−TUN の単独ライブが2002年の8月10日に国際フォーラムで開催させていただきます。レアケースですね。当時のジュニアとしては単独ライブやるっていうのはもうまずなかったので、この辺りからやっぱこの世界であったりグループということに対する思いっていうのはすごくやっぱ強くなっていきましたね。このメンバーこのチームで当時 SMAP さんみたいにとかキンキさんみたいになっていくんだっていう思いを強く抱かせてくれたこのライブがあったりとか、2002年2003年はこれサマリーっていうのがあったりするんですけど、自分がメインとして立つお仕事も増えていくわけですよ。コンサートだったりサマリーもニュースとKAT−TUNで自分たちでお客さんを呼ぶという、そういうことがあって、でこの2004年帝国劇場で「ドリームボーイ」という舞台が滝沢くん主演で、僕も出演バックで出演させてもらったんですけど、さっきの話でも代役も全部やってたんですよ。でこの公演が帝国劇場が東京で、大阪梅田芸術劇場で、この大阪の梅田芸術劇場の時の滝沢くんが出れないと、ちょうど大河の義経を撮影していてスケジュール的に出れないっていう、フライングとかも全部やってたわけですよ、この東京公演の時に代役で。それこそ滝沢くんのお家に寝泊まりさせてもらって、洗濯物とかも全部やってもらって、とにかくタッキーの車乗って全部移動したりとかしてたんだけど、だから亀全部覚えてるだろうと、滝沢の動き、はい、今回大阪のこの1週間なりは亀梨和也が主役でやるからって言われて、みたいな。でここで初めて0番に立つという、6人組だから基本的に1番1番とかで赤西と当時はこう新名でやってたんだけど、0番に立つっていうセンターにっていうことをここで初めて経験するんですよ。でこっからこれがドリームボーイズになるんですけど、ここはだからKAT−TUNととりあえず8、ごめんなさいこの段階でまだちょっと名前が発表されていないので、8がKAT−TUNと8が、軸となったドリームボーイズというものが翌年ぐらいから始まるんですけど、そこで僕は当時タッキーがやってた役回りをずっとさせてもらっていたと。これは本当ライフワークみたいになってましたね。最後俺何年までやってたんだろう、12年だった気がするんだよな。そうだね、12年まで。このお話だけ先行くとで約8年間ずっと帝劇の0番にいたという、僕を語る上ではきっと重要なお仕事だなと。で話は戻りまして2005年です。2005年がやっぱ転機なのよ。2004年からこの代役をやった後に決まった仕事が極戦です。でこの2004年のサマリーとかで関係者の方が見てくれて、プロデューサーの加藤さんが僕をこう見つけてくれたんですよね。この辺りはおいおいね、ちょっと掘り下げていけるものもあると思うんで、ちょっとババンバンっていきますけど、初めて作詞を任されます。極戦の挿入歌の「絆」という曲があるんですけど、一歩ずつでいいさこの手を離さずにっていう曲があって、これを挿入歌になるから亀がこう作詞をしなさいと。でここから信太、その前にこれ金田一も入ってるか、
金田一少年、国選終わって金田一少年やって信太やってっていうのが2005年はとにかく濃厚で、信太で青春アミーゴですね。今の亀梨和也を構築するものがとにかくこう動き出したのが2005年なんですよ。青春アミーゴも僕はカトゥーンが CD デビュー前だったのでジュニアだったんですよ。まだ国選も信太も。でそれこそ信太で言ったら P は車もうデビューしてるからマネージャーさんいたけど、僕はまだ電車で通ってたりとかしてて、信太の頃はここですごい葛藤があるんですよね。信太、アミーゴ、グループとして CD 出してないの俺だけ出していいのか。 CD 出すって聞いてなかったから仕事普通に撮影があるって言ったら CD のジャケットっていうそこで言われてはって聞いてないって言って、でここで会社の人と撮影止めて 3,4 時間みんな待ってくれてた、スタッフも P も。でも亀が納得しないならやるべきじゃないって言ってくれて、でも最後に言われたのが亀梨がこの青春アミーゴでヒットしなかったら逆に言ったらカトゥーンとしてデビューできないよと、お前がまずここで成功しないとカトゥーンが大きなものにならないっていうことをすごく言われて、でなんかこう火つけられて、ああじゃあだったらヒットさせたるって挑んだのがこの信太青春アミーゴに結果のあるわけですよね。で2006年ついに3月22日忘れもしないカトゥーンが結成からもう5年ですよ。カトゥーンが CD デビューするわけ、はい、念願叶えましたよ。ただもう皆さんもご存知の通り生意気だなんだ今までの会社のこの LINE っぽくないって話はされたんですけど、これ僕たち的に言うと結成してここ 5年あるわけですよ。でこの5年間も単独もいろいろやらせてもらって何々してて、デビューしますってグループ組んだチームってある程度やっぱそこで用意どんだから大人の方たちがいろいろ用意して曲とか衣装とか、ブランディングとかも入っていくんだけど、もう5年自分たちでやってきてるから、もちろんサポートしてくれる大人の方たちいましたけど、意思がやっぱあるんですよ。すごく用意されている衣装とかに対しても、いやもっとこっちの方がかっこいいとか、私服でじゃあ出るとかサングラスつけている、顔覚えてもらわなきゃ、いやいやいやサングラスつけた方がかっこいいからみたいなっていうのが2006年カトゥーンのデビューで、ここはもうドラマいっぱい出てますね。サプリ、フジテレビ、月9、たった一つの恋、24時間テレビもあったな。正直言うと2006年って記憶がもう寝る時間なかったね。2005年2006年2007年ぐらいはバレーボールのロケ行ってもう飛び出しで出てドラマ撮影戻って、あーちょっとお手洗い行きたいって言っても次の現場でお願いしますって言ってみたいに連れてかれるみたいなサプリやりながら24時間テレビの勇気というドラマ、これも大好きなドラマです。見ての通りスペースの使い方がめちゃくちゃ下手くそでした裏がありますね。裏行きましょうか。じゃあこれを裏にしよう。タタタタタタタ、こちらが以前書いた生まれてから会社に入るまで、ちょっと待ってホワイトボードなかなか使わないですかね。まあでもライブの時は使うか。こんな感じかな。 OK。 裏になってねえじゃん大丈夫ですか。1話これ2006年で言うと俺ここはすごい嬉しかったことが、ベストジーニスト、ここから5年間ですね。これはジュニアの頃やっぱすごい憧れてたものだったので、木村君、拓哉君いて草薙さんいて、その次だ飛び級なんだよね。急に亀梨みたいな。でここからちょっとバンバンと YouTube の説明にも行きたいのでポイントで言うと2010年、これも僕にとって大事です。 Going がスタートします。今まで自分の中でそういうスポーツのお仕事とかアイドル業以外のもの、そういうものに自分が出るとは思わなかったので、スーツとか着てお話来た時はすごくいただいた時悩んだんですよ。趣味の野球を仕事にしていいのかなと思ったり、全く違う世界だからどういう風に言っていいのかな、アイドルやってる時はサングラスつけてこんなファーンとかやってんのにちゃんとこうしなきゃいけない自分って成立するのかなとか、この時もさアイドルの仕事だけしてると打ち合わせとかさ普通にシャワー濡れた髪でボロボロのジーパンで B さんとかで普通に現場行くのよ。その感じのノリでさ行っちゃったわけよ。 Going の初めての顔合わせの時にしたらさ、バラエティとかこれまで
ドラマとかお仕事してるスタッフさんたちと経路が違うの、報道も入ってるから、ガチャンって扉開けたらさ、ドラマに出てくる会議室みたいなところで「おはようございます」ってこうスーツ着た大人の人たちがバーンって出迎えて、ボロボロジーパン B さんに半袖濡れ髪じゃんみたいな、本当に大変失礼しましたっていう、ここでいろいろそういうことも学びましたね。だから結構この Going で亀梨君野球スポーツっていうイメージを今はね持ってもらってますけど、これがないともう全然そんなことを多分してなかったので、またちょっと違ったラインで仕事してたのかなと思います。で2013年、これも今に通ずる、僕はずっと映画やっぱ出たいと思っていて、この映画オレオレ、三木聡さん監督の、僕はここで33役を演じるんですけれど、ちょっと変わった映画ではあったんですけど、ここで映画、単独初主演、やっと念願の映画に踏み込むことができました。僕にとってはすごく大きい出来事でしたね。ここで玉木さんとCD リリースだ、基本的に僕カトゥーンではあるんですけど、 CD リリースするとカトゥーン以外でもすごく音楽活動もさせてもらえてる、これ自分がやりたいっていうよりはそういう流れでやらせてもらったりとかしてましたね。じゃあ2016年カトゥーンが10周年活動を1回充電期間に入らせてもらいます。この時にちょっとメンバーが1人抜けて、今後どうやっていくのかっていう時に、1回僕としてもこのグループという船を進みながら手直ししていく、バランスを整えるっていう作業が、その前にも何回か正直あったので、このまま進んでいって傷ついて進めなくなるという道よりも、今一度見つめ直してちゃんと整えて、各々がグループがいい形でもう一回進み出した方がいいという、そういう思いがあって、こういうところもおいおい喋ってきますけど、詳しくは充電期間というのがありました。でこの2017年初めてソロライブ「フォローミー」という全国ツアーをさせてもらいました。ここも24時間テレビまたやらせてもらったんだね。これもなんかすごい学びだったな。櫻井君と、小山ニュースと小山と、3人で、翔くんとかやっぱすごいんですよ。どこ行ってもやっぱこうリーダーとして立ってくれて、お話とかもしてくれるから、基本カトゥーンでは僕がなんか代表でって僕が挨拶することがもう圧倒的に多いので、横でこう翔くんが全部やってくれるっていう、いいな、すげえなっていう、あまり経験のなかった時間ではあったので、そういった意味ではすごくなんか僕はいろんなことを考えさせてもいただいた24時間テレビでしたね。で飛んで2019年、ソロで CD デビューさせてもらいました。自分がソロでやりたい云々っていうのは希望としては正直あまり持っていないタイプの人間なんですけど、ドラマを出演、ストロベリーナイトサーガ、二階堂ふみさんでが主役で出演をいただいて、その時に主題歌もぜひというところで、この時まだ活動充電期間中だったということもあって、亀梨君でソロでいかがですかっていうお話をいただいたんですよ。 YouTube の話していこうか。一気に2023年に飛びます。同じミスはしませんよ。編集されてバンバンバンって言ってると思いますけど、実質今2時間近く喋ってますいきます。2023ドーンドーンドーン、2023年に到着しました。2023年は僕ほんとこれねちょっと笑っちゃう話なんですけど、単純で僕誕生日が2月23日じゃないですか。で23という数字をラッキーナンバーですごく大切にしてるんですよ。ちょっとここじゃ脱げないですけど、パンツのここにも23入ってるぐらいで、これはアスリートの方たちにスポーツブランドが、選手とかほらパンツとか一緒だと背番号が入ってないと分かんないでしょ。そこの担当の方が「亀梨君やりますよ」って言ってくれて、だから23入ってて、はい嬉しいっていうだけですなので23ってすごい大事にしていて、で2023にまさしく2月23誕生日じゃないですか。だからこの年は僕は自分の人生にとって変革の年にしたいってずっと思ってたんですよ。なのでこの1月1日インスタグラムを開設します。まずこれが一発目ですね。この時に亀のぬいぐるみとフォロミーのグラスで、分かる人には分かるよっていう感じでこうスタートして、亀梨ですと本物ですっていうこともやってなかったんだけど、まんまとこれ偽物なんじゃないかっていう亀なんでマイペースにということで、でそこからギュン10月23日に皆さん見ていただいていると思うんですけど、 YouTube を開設オープンさせていただきました。
なぜそもそも始めさせてもらうかっていうと、とにかくいろいろな流れがあって、会社のこともそうですし、僕自身もいろんな思いがある中で、10月の23日に何かにけじめをつけて新しい思いで進むという、これから作り出していく、生み出していく亀梨和也というものに、23日だし僕の大事な数字なので、この日を選ばせてもらいました。亀梨和也、ちょっと大きく分けると、こういうアイドル、歌って踊ったり、そして俳優業は映画、ドラマ、舞台にも出演させてもらって、タレントとしての側面でいうと、バラエティ番組、グループのこともそうですし、個人でやらせてもらっている番組の MC のお仕事があったりとかで、スポーツキャスターとしてアスリートの皆さんとインタビューさせていただいたり、体を使って体験取材など、今後どういうものを自分の中で構築していくかなって言った時に、まず僕が一番向き合わなきゃいけないのはやっぱ亀梨和也だなと。やはりそのデビューしてからメンバー抜けたりなんだりっていう流れの中で、僕自身はどこかで亀梨和也の優先順位というのはすごく低いところに設定してしまったんですね。自分のまずやりたいことというよりは、グループとしていいものっていうことっていうのを、とにかく大事にしてきたし、メンバーが抜けるたびに抜けたメンバーに対してグループがかっこよく居続けるっていうことが自分の中の美学でありプライドでも正直、あったこの十何年。僕の中で正直言うと、2021年の KAT−TUN のこの15周年っていうのが一個大きな区切りとして何かを持ちたかったんですよ。だからこそ2020年にしっかりヤマピーと彼も次に進む流れの中でコンサートであったり、そういうものをしっかり2020年やって、2021年 KAT−TUN に対して15周年をちゃんと迎える。でこの15周年で自分は何を思うのか、どう道に進みたいのか、ここで大きな決断、覚悟ができたらいいなという思っていたのが正直2021年なんですよ。初めてちゃんとオープンで話しますけど、ですけどコロナの影響で、ここでコンサートとかが思うようにできなかったわけですよね。グループとしての活動も含めて。で自分の中でやっぱ消化不良というか、いろいろなものが、だからこの 1,2 年というのは、そのことグループ活動における中で、やはりお客さんが半分入ってくれるようになったりとかで、また今年で言ったら全員入れて声も出せるようになったりっていうのがすごく大事で、そういった中でこの亀梨和也という人間に対してちゃんと向き合わなきゃな。これまでってやっぱやりたいこととかがあっても引っ込めることでバランスを取るっていう作業を正直自分の中でもう無意識のうちにするようになってきてしまったりとかしてて、デビュー当時って俺これやりたいあれやりたいってぶつかり合うこととかもそういうしながらやっていたことが、やっぱ引くことでバランスを取るとか、選択としてこれを2021年15周年を終えた後に、僕は僕自身と向き合う時間をしっかり作る中で、芸能界さえもっていうのは正直あったんですよ。一回全部フラットにしたいなっていうけど、このコロナで逆に言うと今に至っていて、また違った思考も出てくる。ただぶれないのはこの亀梨和也として本当に何がしたいかをちゃんと取り戻す、亀梨和也を取り戻す時間にしていきたいっていう、これがだから2023年に掲げた自分の、会社にも伝えましたけれど、僕自身も僕と対話する中で、お前は何がしたいの、どういう風になっていくんだよっていう、そういった意味でこの YouTube 解説っていうのは自分の湧き出るものをしっかりやりたいということで、時間がない中ではあったんですけど、いろんな道筋を整理する時間も取りましたし、夜打ち合わせも隙間時間で会社に来て打ち合わせとかもいっぱいして、でみんなにちゃんと納得してもらって、自分でお金も出して、自分でスタッフさんもこうやって声かけて集まってもらってっていうことで、この YouTube が今始まりました。はい、シャープ1でもお話しさせてもらったんですけど、自分の頭の中にあるものっていうのをすごく大切に作っていきたいなと思います。もちろんたくさんの方たちに見ていただきたいので、皆さんからの意見であったり、こういうものが見たいとか、こういうことしたらたくさんの人が見てくれるんじゃないかなっていう思考も持ちつつではあるんですけど、まずは自分の頭の中にあること、あとつながり、そして絆ですね。一緒に制作してくださるスタッフさんたちはじめ、一緒に出てくれたりとか遊んだりとかする仲間であり、こうやって見てくださる方たちであったり、これまでも応援してくださっている方たちであったり、そういうものを一つちゃんとみんなが集まれる場所を作りたい。
でこういうつながりを今後も大切にしていきたい。この思いっていうのはやはり会社がいろいろ皆さんご存知の通りさまざまな流れがある中で、僕としては一番なくしたくないのはやっぱり人とのつながりというか、これってなんかビジネス的な発想ではなくて、もう本当に人情の世界ですね。先輩後輩もそうだけれど、ちょうど何ヶ月か前にジュニアの23年ぶりの、これもまた23がかかってて不思議なご縁だったんですけど、ドームライブの演出もさせてもらったということもあって、この時も同じ思いでやったんですよね。僕が今いるその後輩たちに対して何ができるのかなってなった時に、一緒の時間を過ごすっていうこと、そこの中で自分が思うことを話したりとか、一緒に何かものづくりをするってことがすごくいい時間だったんですよ。そういうつながり方っていうのは大切にしていきたい。もちろん外の人といろいろやったりするっていうのも今後あったりはするかもしれないですけど、まずはこれまで一緒に同じカンパニーの中でいた方たちと素敵な角度でちゃんとつながるもの、つながっていけるもの。ちょっと失礼。ちょっと大事なお話の時に電話が鳴り響いた携帯電話、これ出ないと大変なことになるかもしれないです。アミーゴが完成しないかもあの歌もだってまず携帯出ないと始まんないですから、ことが。ちょっと後でねかけ直します。大丈夫でしょうっていうことでやっていきたいなと思っています。なのでまずこの亀梨和也であったり、その人とのつながりであったり、あとはとにかく見てくださってる方たちに改めて俺ってこういう人間だし、こういう感じで生きてるよっていうのを定期的に感じてもらえる、そういうところになっていったら嬉しいな。あとは関わってくださってる人たちがとにかく楽しんで一緒にクリエイティブものづくりしていく。僕も新しい感覚とかをこのチャンネルを通してしっかりインプットしていく。みんなにたくさん見てほしいからとか、そういうのが一番最初にプライオリティとして頭の中にあってスタートしたというよりは、とにかくみんなとインプットいろんな会話とか時間とかを過ごしながらインプットして、それを皆さんと共有させてもらって、みんなからもインプットいただいて、それをこっちもアウトプットしながらみんなで楽しんでもらう。少しでも皆さんのね、なんかちょっとお手つきの時間でもそうだし、ちょっとした楽しみの時間の一つになってくれたらいいなという思いで始めようと決心しました。後輩とかもやるんだよねって言ったら出たいっすとか言って、で早速SnowManのね、身長が高い俳優業めちゃくちゃ力入れている彼が来てくれて、やりたいっすっつってくれて、ありがたいことにちょっと後輩渋滞ができててみんな出たいっつってくれて、じゃあこんなことを企画はじゃあその時考えようよみたいな、ちょっとラフな部分も大切にしていきたいなというか、生の亀梨和也をちょっと感じてほしいな。基本このチャンネルでは私服になると思うし、ちょっとすっぴんですいません、すっぴんで37歳すっぴんでお届けしちゃってるんですけどそうそんな感じでちょっとラフな部分っていうのもね、生の亀梨和也をちょっと楽しんでほしいなと思います。はい、というわけで長くなりましたけれども、今までやってこなかったこの YouTube を始めることによって、こいつちょっとある程度腹くくって何かやろうと思ってるんだなっていう感じてくれる一つに大きくなるんじゃないかなという思いで、チャンネル作らせてもらいましたので、僕なりのつながり方、守り方っていうのもあると思うので、これまでやってきたことも含めていろいろ変わってはいきますけれど、なくなってはいきますけれど、いろんな角度があるからなくすものも大事だと思うし、閉じるものも大事だと思っているし、ただ人のつながりであったり、やってきた自分のこの歴史、環境があったから築き上げてくれたもの、つながらせてくれたものというものは僕なりの角度でしっかり大切に、育んでいきたいとも思っているし、継続していきたいなと思っているものもあるので、その中で新しいこともしっかりこれからの自分のやり方で進めていきたいという、まず大きなこのチャンネルが一発目になるなと思っていますので、どうぞ今後長い付き合いでね、皆さんともつながっていきたいと思いますので、亀梨和也37歳、はいよろしくお願いします。ポチッ。